次、ついに最後の最高レベルある。最高のサイコパス。まあ本人の本名はなんかもう本人曰くっていうか、まあ、何個も持ってる、いくつも持ってる人だから、まあとりあえず R と名付け。マイナンバー持ってんのかね、こいつ。日本の。まあ、持ってるでしょ一応。なんかしら社会生活はしてるのかな。별별トーク。こいつに関してはちょっとさ、前私が一瞬、まあ1年以上前になんかちょっと状況説明のために、うちらの状況説明のためになんか載せたこうちょっとサイコパスとかナルシシストに関するその動画を見て、意外となんかそれにちょっとなんか興味があるっていう読者の方々がいたから、まあ、この人に関してはね、もう私がなんかもう調べた内容とかいろいろなんか、あとなんかちょっと具体的な例とかを挙げて、まあ今度もうちょっとこう我らが経験したナルシストみたいな感じでなんか動画をなんか作ってみようかなって思ってて、まあさすがにだってもうこのことってなんかすごい大きかったからさ、もうすぐにはもう撮れなかったわけよ。やっぱり話題に出せなかったしね。でも今はもう結構もう普通になんかもうネタみたいな感じでなんか笑い話にできるようになったから、まあこう詳細の例を挙げて、もうこれからこういう人からのなんか被害者を減らすためになんかちょっと動画作ってみたいなって思ってるんだけど、まあそうね、一応まあ今回はちょっと不倫する典型的な、まあ悪女として、悪女っていう角度でやるけど、話すけど、まあ次回は例えばこの私もまあ虐待される側の立場と虐待する人たちの立場っていう角度で、こう虐待者のその手口とかっていう角度でもうちょっと今度詳しく。そうだね。で、まず、もうこの人との出会いはもうあれだよね、もう私が、まあ、さとみがやっぱりオーストラリアに来て、こう、ずっと英語の環境が、もう日本語だとしたらもう本当に私しかいない感じだったから、やっぱりそういうのってあんまりよろしくないじゃん。やっぱりこう、ね、互いになんかパートナーで、こう、伴侶としてすごい仲いいとしても、やっぱり違うコミュニティが必要なわけじゃん。で、せめて私はまあネットで、まあ生活するのが慣れてるから、まあ高校の時からなんかずっとネットでなんかこうコミュニティ作ってたりして、だからまあ韓国語はネットでこうコミュニティとして活動をして、例えばブログとかさ、まあこういう YouTube とか活動ができるから、まあそれで人とコミュニケーションが取れるし、あとは私もなんかフルタイムで働いてたから、まあ英語圏の人と、まあいろんな人とやっぱりこう、なんていうの、社会生活はできるわけじゃん。でも、さとみはそういうのはもう一切なくて、まあ当時、家でベーキングのビジネスやってたから、まあ余計もう家でもう一人でっていう感じ。周りに人間がお客さんしかいない。そう、一切なかったから、やっぱりそういうのってね、精神衛生に良くないなって思って、私がまあ勧めたのが、まあただのなんか日本のそういうコミュニティよりは、やっぱりまあ同じレズだと、もうちょっとさとみも話しやすくって、もうちょっとこう、ちゃんとした友達みたいな人作れるのかなって思って、まあ、私から勧めたよね、これはもう完全に。私からも勧めて。まあ、私もオーストラリアにいるから、私が。だからまあ、オーストラリア同性婚 OK な、合法な国だから、まあちょっと興味持ってくれる人とかいたら話しやすいかなっていう気持ちで。そうそう。だから、まあ、もうオーストラリアに来てさ、もう5年、4年、5年、4、5年ぐらい経つとさ、日本の現実の怖さちょっと忘れていくっていうか、まあ自分たちが本当に運が悪かっただけで、本当はまあ今にはいい人いるんじゃないかなって思って、まあいい人もそれはいるじゃん、絶対。あとネットでの関わり、そもそも日本人と私作ってなかったから、大体現実にいる人たちだったから。そう、絶対なんかいい人も、ネットってもっと広いからさ、もうその中には絶対いい人もいるだろうって思って、私も軽く勧めたし、まあ、さとみもね、なんか軽く、まあ、ちょっと話し合いできる人いたらいいなって感じで、なんかもう始めたのが、なんかもう最悪の結末にたまにテキストでやり取りする程度の人。そう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 。なんか、最初、でも最初一応メッセージ送ってきたのは相手で、最初のその、メッセージは私がトップガンの一部に使ってた多分ケーキの写真とか見て、なんかケーキ美味しそうですねみたいな、ただそれだけ来て、
でなんか普通に返してて、で最初まあ仕事忙しいからあんまり返す頻度は少なかったんだけど、なんかもうお休みの日はどうしてるとか、多分そんな感じの話、今日はお休みとか、でなんか最初相手の話とかにちょっと答える感じだったりして、あと普通のジェネラルな会話ができる人少ないんだよね、意外とネットで。キャッチボールがね、なかなかね、できない。例えば映画とか休みの日にこういうことするとか、だからそれができそうな人っていう様子を見て、こういろいろ自分の個人的に、今海外にいてホームベーキングビジネスやってて、彼女と永住権取ろうとしててっていうのをまさに話そうとしたいなっていう時に、まずなんか今日はマッサージ行ってきて、なんかどうのこうのみたいな感じで話してきて、相手が。でなんか聞いてもいないのに、なんか胸がある、なんか胸のせいで肩こるんですよねみたいなこと相手がすごい急にでもなんか典型的胸アピールで、なんかまあこういうジョーク多分なんかなんだろう、私多分なんか何でも肯定的に受け入れようとしちゃう癖あるから、こういうノリの人かなみたいな。まああと日本人って思えばね、なんかそういう下ネタとか普通に言う人多い、やっぱり。だからなんか、まあ、困ったけど、まあ、若干流す感じ。てかなんか困ってる自分が相手にセクハラしてるんじゃないかって思わされる。もうこういう、もうこれも典型的だよね。こう自分が被害を受けながら自分が加害者なんじゃないかって、こうさっきのさF とかもさ、胸あるアピールで、他にも胸ある感じの人、ほら K とかさいて、だからなんか結構そういう人ってこう胸あるから肩こるとか重いとか言いがち、だから本当にそうなのかなって思って、本当にそうなるんですかって普通に聞いちゃって、私、で自分で言っといて、なんかごめんなさいこのセクハラですよねって後から自分でなったぐらいの感じだった、その時。で相手は別にセクハラとか思ってないですよ、本当に凝りますよみたいな感じで言ってて。凝らないと思うよ。分かんないなそれは。だってそれで肩凝るんだったら、もうオーストラリアとかアメリカの人とかみんな胸すごいあるからさ、だってもうこっちの B カップとアジアの B カップ違うじゃん。だって私さ、アジアでね、アンダー65で C か D カップなんだけど、やっぱりアンダーが小さいとそんなに大したカップじゃなくって、でパッと見なんかもう A か B じゃないのってなんか言われるぐらい大したことなくって、でやっぱりこう整形後のなんか C と D はまた違うから全然違うの。でも本当にこっちの人はなんかもう整形後のサイズみたいな感じ、それよりもさらに大きくって、多分アンダーがみんなでかいからかなって思うんだけど、なんか B なのに全然もう私の胸両方入れられるみたいな感じにでかいのよ。B なのになんかもう整形後のなんか C か D じゃないのってぐらいにみんな大きいけど、誰一人私胸がでかいからなんかもう肩が凝るって言う人いない。聞いたことがないです。それ日本人特有のあれなのかな。まあでも韓国も言うかも。一応言う。狐みたいな女。アジアン。嫌い。なんかね、そこから入って、まあでも流せばいいやって感じ。もっと昔はまあちょっとそういうの笑って流せたけど、やっぱりウヒャンと知り合ってこう素が出てきたのか、あんまりそういう話とか聞くの苦手になってきてて、でまあそれから相手の態度がでも変わったのが、なんか私が海外にいるって、自分のことやっと私が紹介した瞬間になんかすごいテンション上がるっていうか、なんか「海外にいるんですか?」ってでなんかすごいいろいろ聞かれて。でなんかまあそういうの興味ある人なのかなって思ってたら、なんかこう言われた言葉の順番とか覚えてないけど、なんか私とだったらもうすごいなんか仲良くなれそうですごいビビッときたって言ってきたりとか、あとなんだろう、やっぱ気を引くための嘘だったのかなって思うのが、
そのアプリの中での ID を一回消してまた登録し直してっていうのを相手がやってて、でその理由がなんかちょっとしつこくつきまとう人がいたから、ちょっと ID 変えましたって感じでこう私に言ってきたりとか。そういう女に限ってね、ナンパされたことすらないと思う。でもそのさ言い方もなんか私にだけに言うんじゃなくて、なんかこういろんな相手に送ってる風、なんか一斉送信みたいな感じで、まあ、そういう機能が本当にあったのか分かんないけど、そういろんな人にコピペして送ってる風にそうやって言ってきて、それも計画だと思うよ。なんか、まあ、しつこい人とかってまあアプリで、まあありがちじゃん。だからなんかあんま気にしてなかったけど。女にはいないでしょう。もう私はもう素顔全部知ってるからだけど、もう女にはいないでしょう。私はそう思う。なんかまあでも気にしないで、なんかわざわざすいませんって感じで普通に返してたし、どうでもいいじゃんだってまあね、危なくないじゃん別に。まあね、正直、アプリの中でしつこくされたって、家に来たわけじゃなきゃ、まあね、心配しないじゃん一日そんなの。ただなんかね、その仲良くなってきてから、ちょっと下ネタっていうかなんか下品な話がちょっと増えかけてたから、一回ちょっと私が本当やめてって感じになったのがあって、で一番困ったのがなんか、なんか春になるとなんかすごいムラムラしてもうやりたくなるみたいなことを一回言われて、それ何の流れでそうなったの？好きな季節の話とかだったかな。春が好きと？絶対だって下ネタにつながるような話じゃなかったもん。だって私から聞くわけないじゃん。で私がちょっとすごい困る感じって言ったら、じゃあそういう話はやめときますねって感じで言って、そっから本当に何もしなくなったから、またちょっとそれで気抜いちゃった。だってあんまりひどかったらちょっともう切るじゃん。そうね。でもなんだろうね、なんかその人たち特有の、なんか質問の仕方でこうなんかデートするんだったらなんかどこ行きたいとか、クリスマス恋人とどういうこと過ごしたいとか、結構そういうことを聞きがち。なんかわざとやっぱり恋愛感情っていうか、そういうのをこうかきたてるためにわざとなんかそうやって言う。前さいたじゃん、韓国の芸能人がさ、一般人のなんか彼氏奪った、絵描く彼氏奪った芸能人、女の芸能人もまさにその男の人になんて言ったかな、なんかこうちょっとなんかもうね、発言がさあんな感じだったんだよね。普通に絵描いてくださいって言えばいいのを、なんかちょっとなんかそういう感じでなんか恋愛感情に関わるような単語を入れて、もうこれってもうこういうナルシな女の典型的な、もう行動かなって。まあナルシじゃないかもしれないけど、ただのなんかもうさ、人のものを奪うのが好きな女かもしれないけど。それがナルシじゃないそうだけど、とにかくね、まあ、典型的なのよ。なんかでもその人いつからタメ口になったかな。私最初はでもずっと敬語、なんか結構仲いい関係になっても敬語のままの人とかいるからさ、知り合いで。ただなんか普通にこう相手が仲良くしたいからなんか電話したいみたいなことを言ってて、でも私もう今まで友達とか失敗続きだったから、とりあえず自分で電話してみて考えようって思って一回電話、なんか一人でちょっと時間が家にいて時間がある時に電話してみたら、なんか声が予想外で、日本のアニメとか見たことある人いるかわかんないけど、そういう感じ、本当そのアニメで使いそうな声で、お兄ちゃんみたいな感じの顔とか全然思い出せなくても声だけはずっと耳に残ってる。なぜかなんかすごい笑い声とか、まあすごい、まあ私もね結局もう聞いたことあるじゃん。もうすごい、もうこっちからもうお腹からこう怒りが湧いてくるような声だったね。殺意が湧く声でした。もう韓国の女はそんな声嫌い。世界の女は嫌い。私もちょっと低めがいいからよくわかんないなでも電話した時に何か言われ
たのが、うん、なんか日本語でちょっと他の人と、うん、普遍以外の人と話すの久々だから、ちょっとなんか緊張っていうかたどたどしくなっちゃって硬くなっちゃったんだけど、うん、あるある。なんかなんだっけ、ちょっと私初めて話す人とかだとすごい硬くなっちゃうから、結構武士みたいってもう侍みたいって言われるんですよね、みたいな感じで相手に言ったら、相手いきなりしかもタメ語だったの、最初から、ナチュラルに、なんかで私がそうやって武士みたいって言われるんですよねって言ったら、武士だったら結婚したいみたいな感じで、これのもっと2オクターブ以上上がったバージョンの声で言われて、なんで自分が結婚するのよ。でなんかとりあえずでもなんか、なんだっけ、あんまりね自分が話したことはそんなに覚えてないんだけど、でも相手にこうふって言われたのが、なんで今彼女がいない時に電話してるのみたいな感じで言われて、で聞かれたから、なんか変な下心あるって誤解されたのかなと思ってちょっと思っていやなんか実は私友達の運がすっごく悪くてって、上の、そうだね、このずっと話してきた人たちみたいな全部は話してないんだけど、なんか例えばこういう感じの友達がいてこういう感じの友達がいて、でも彼女にも迷惑をかけてきたから、ちょっと一旦私が一人で話してちょっと関係を考えさせていただきたくてみたいな感じで言ってまたショップ店員みたいな感じでなんか説明したのを覚えてる、だけどその後からその話をヒャンにしたら、いや彼女いない時になぜ電話したかを聞くことによって、その意識させる、そうだよし不倫そうだよしようっていう誘いみたいな、そうだよ。あとこうタメ口を最初からこう言うことによって距離をこうぐんと縮める作戦です。ただ LINE に戻ってからまたでもちょっと敬語になったのか、多分、相手ね言葉遣い本当はすっごい汚い人だったと思うんだよね、でもなんか、よかったらタメ口にしませんかって言われて、でなんか呼び捨てにするみたいな感じになったら、今度私の名前つけてハートつけてきたじゃない、それが私が見たそれか、なんかいいよみたいな感じで、そもそも一応その IT 枠自称私の2個下だったから、実際は分からないけど、まあ私からしたら年下でもまあ気にしないで話しかけてくれるんだったら、結構まあ日韓って年下が気使う傾向が強いから、まあでも年下で気を使わないでいてくれる方がまあ楽だし、年下でもリードしてくれるぐらいの人の方がまあ気楽だしって最初は思ってたんだけど、なんかちょっとノリがまあおかしかったわけでしょ、そこで。だからいやすごい、もう女の勘って本当にもうすごいなって思うのが、私もその人の存在自体知らなかったわけじゃん、でなんか里美がなんか電話したことももちろんも知らなくって、まあ逆になんか里美になんかこう日本語で話すような、いい友達がまあだから軽くでもね、なんか軽くでもなんかこう話せるようななんかこう友達が何人かできたらいいなって思ってたから、正直本当にもうノータッチだったじゃん、なのにその一瞬なんかちらっと見えたのがその里美にハートついてるその一言だけだったし、でも別にまあ友達同士で仲良かったら全然ハートとかつけたりするわけじゃない、韓国人、そう韓国人でも全然、私もだってコメントを返す時になんかハートとかなんかつけたりするし、だからなんかそんな感じなはずなのに、その一つがこう画面さ遠くから見たからこんな小さく見えるわけだ、なのにそれがこんなでかく見えたの私には。でなんかって思ったわけよ。あるんでしょ、なんかテキストから伝わる、そうなんかって思ってってなって、で里美にこれ何みたいな感じになって、でもなんか里美とさもう10年一緒にいるからさこうからかったりするわけじゃん、何ってなって里美がなんか慌てるのがまた面白いから、なんかこうからかう感じにはしたんだけど、でも心の中でなんかすごいなんか違和感があって、なんかこれまた危ないの引いちゃったなってなって、でもやっぱりこう友達関係、私もその時はなんかもうあんまり執着するの良くないって、私だって今までさもう恋愛初めてじゃないからさ、もうこの恋愛はもう執着してなんかよくうまくいかなかったとかなんかいろいろあるわけじゃん。だからなんかそうしたくないから、
なんかこうちゃんと、まあ、さとみもいろいろなんか一人でオーストラリア来てさ大変だろうし、ちゃんとそうやってなんかまあさとみになんかちょっとなんかちゃんと洗濯機もちろんあげて、なんかまあ私はちゃんとなんかもう裏で後ろでなんか見守ってよみたいな感じだったから、まあ、それ以上突っ込まなかったけど、心の中では絶対またなんかもうM さんとかなんかもう F さんとかみたいな人また引いたわっていうのがあったのよ、すごく。でもまあ今までさ10年間大丈夫だったじゃん、それでも。まあ、結果的にまあさとみがさなんかちゃんとその人変な人だからって気づいて、まあ、あとなんかその人日本にいるだろうし、だからまあちゃんと気づいて私とまあ普通に仲良く過ごしてくれればいいやって思って、私はもうそれ以上言わなかったわけ、なのになんかもうねああだったじゃん結果的に。でそっからなのなんかこう質問コーナーみたいに作って。その質問コーナーをいつから作ったかははっきり覚えてなくて、なんかその質問コーナーは一応なんか何個ずつかぐらいか、お互いのことを知るために、こう例えば、なんか簡単に言うと好きな色は、好きな食べ物は、旅行に行ってみたい場所はっていう感じのそういう質問でこう相手に聞いて答えてって感じで会話をつなげるみたいな、最初はまあでもそれ頭いいなと思ったんだよね、まさかサイコパスの情報収集に使われるとは思ってなくて一番まあ簡単な、まあ会話途切れないじゃん、そうしてたら、まあね。まあそれと同時に私のブログとかも全部漁られてたっていうの知らなかったね。そうそう、ホラーだわマジで。なんか、質問コーナーとか、まあ私にいろいろこうグイグイ来る前からなんか連絡をちょっと多めにしだして数回でなんか、私がそのナルシストとか DV する人とこう縁っていうか、目が合っちゃった時の特有のそのこの人絶対切れないっていうのあるんだよね。なんか例えばこの人が好きでこの人と一緒になりたいとかっていうのじゃなくて、なんか自分の人生からその人の存在がなくなることに恐怖を覚える、その時はでもどういう感覚なのか分かんないし、もちろん私そのサイコパスが初めてじゃないんだけど、なんか例えば今日からタバコを吸わないでくださいって言われるような不安感、だから麻薬をこうやめなきゃいけないような不安感に近いそれがあって、でそれからの相手にグイグイ来られて、だから電話した時も多分結構もう毒入れられたと思うんだよね。多分もう覚えてないそういう仕掛けいっぱいあるだろうね。多分覚えてるだけでこれだけど覚えてない部分もあると思う。でそれからの質問コーナーでもっと仲良くしましょうみたいな感じだから完全にも相手がその会話の主導権をもう握ってたんだよね。ただその発言で質問コーナーとは別にちょっと、質問コーナーで1個ちょっとこれはっていうのが、なんかそれをされてまでまあちょっと切れなかった、この人ダメだって切れなかった自分に対して、そのなんか自分の病的なのもこう感じるのがなんか、なんだっけ、質問の中に恋人につけてってほしい下着の色はっていう質問があって、で私その時なんか好きなちょっとセクシー系のパフォーマンスのアーティストが日本でいて、でなんかちょっとそのアーティストをイメージしてなんか答えたんだよね、なんか衣装下着っていうか、でそしたら相手から返ってきた返事が「私ちょうどその色つけてる」みたいな、ちょっと何色だったか入ってる覚えてないけど覚えてないの？そこ大事なのに。多分なんだけど、絶対どっちかなんだよね。黒か紫？黒かワインレッドなんだけど多分黒だったと思う、その衣装があるから今って感じ今どういう感じで自分が答えたかも覚えてないんだけど、今ちょうどつけてるよ、黒つけてるなんか、つけてる笑いみたいな感じで来て、なんか私はそれで相手をなんか冗談で言ってるつもりかもしんないけど、なんか、そういうの例えばなんか男とか他のレズの女の前で言ったらなんか変な感じで、
見られるからやめた方がいいよみたいな感じで、めっちゃまともに、うん、そしたら言ったらなんだっけ、あんまりはっきりとした文章っていうか雰囲気覚えてないんだけど、なんか里見にしかそういうこと言わないよみたいな感じ。出た。多分それキャッチフレーズ、キャッチコピー、出た。なんかそういうニュアンスできた気はする。10万人ぐらいにいってる。10万人この人と話してあなたにしか言わないよっていう女はね、もう最低100人ぐらいにいてるから。みんな定型文絶対あるよね。私そういう女に会ったこともないし、そういうことしないのになんでこんなに分かるんだろうね。なんか分かる。サランカちゃんじゃなくて見過ぎじゃない？見過ぎかな。民事やん。なんか分かるんだよね。あとなんか女だったら本能的に分かる、そういうの。こうしたらこう落とせるっていうの分かるけど、常識のある女はやらない。人の彼女にはなおさら。あと何があったっけ。そう、そのさっき話したウヒャンのブログを、とか YouTube を、なんかストーカーしてるってもちろん知らないで連絡をするわけじゃん。でもなんか違和感があって、その違和感っていうのが下ネタじゃなくて、ウヒャンということがすごく似てるって思うことが多くて、例えばウヒャンってよく私になんか里見が好きなカービィのショップ行こうとか、なんかいつかフランス行って里見が好きだからフランス行って美味しいケーキ屋さん探そうとか、もう里見が好きなカービィのお店、日本帰ったら行こうとかっていうのと全く同じような感じで相手が言ってくるんだよね。なんかで相手もなんかでフランス行きたいとか言ってて、なんかフランス行って里見が好きなケーキ屋さんとか行きたいとか、里見がもし日本帰国することがあったら、カービィのグッズ買いに行こうみたいな、なんか普段ウヒャンに言われてることだから、なんかデジャブって感じだったの。なんでお前と行くねんって感じ。カービィはともかくフランスはちょっとって感じだったけどでもその後もあれでしょ、なんか日本にもなんかいつ来るのだっけ、なんかなんか一人で来れないのみたいな。なんで一人で行くの。なんかそれを私が言ったのは、日本ってそもそもいい思い出もないし、そんなに長居もしたくないじゃん。なんかなのに、自分の個人の友達とは会うだろうけど、せいぜいこの人と例えば会うとして使えて1日か多くて2日ぐらいって思って、だから回れるとこ多分限られてる、一緒に会える時間限られてると思うって感じで私が言ったのかな。なんかあとだいたい嫁と行動するしみたいな、一緒に行くからって、嫁っていうか彼女と行くからって言ったから、そしたらなんか一人で来れないのみたいな。でも確かに日本っていい思い出ないし、なんかせいぜい一人でカフェとかケーキ屋巡るぐらいしかやることないなって思うから、そういう意味では一人で行ってもいいような場所なんだけど、だからって女とずっと一緒にいないでしょうよ。なんか怖いって、私は怖くないけど多分人が聞いたら怖いと思うのが、私その人のちゃんとした写真見たことない、今でも顔よくわかんないし、なんか写真もさ、なんかやっぱアプリとかでさ、もうみんな顔変わるじゃん。で編集しすぎるとさ、もう毎回違う顔としてさ、ちょっと微妙に違う顔とか雰囲気でさ、見るからさ、その人の雰囲気とか全然わかんないはずなのに、あと友達だと顔どうでもいいじゃん、余計。なのになんか日本とかに、例えばその人が里見が日本に来たらって言った時に、日本でその人と日本にいるその人が見える。例えば日本で浅草とかに一緒に行きたいみたいなこと言われたら、浅草にいるその人がなんか見える。そこに歩いていく自分が見える。霊感ある。で逆に例えば妄想してるわけじゃなくて、ただ見えるの、想像ができちゃう。
そうなんか取り付いてる感じなのかな、なんかこうで逆に相手がオーストラリアも行ってみたいって感じで、コロナじゃなかったら飛行機取って普通に行きたいみたいなことを言った時も、空港に現れるその人が見えるの。パスポートもないから、そいつでしょうね。絶対ないと思う。なんか生き量が先に来たのかねそうかもね、私の頭の中に。多分里見霊感あるかもしれない、なんかお化けが見える、生き量しか見えない霊感、死んでない人しか見えない。そう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 、一番嫌だ。そう、もう邪悪な。じゃあ生き量って大体やばいイメージ。そうそうそう。ただでね、なんか一番ちょっと、えってなったのが、ウヒャンのブログを見て、私をカービィのお店に連れて行きたいとか、美味しいケーキ屋さんにフランスで一緒に行きたいっていうのはともかく、なんかまずそこで愛情表現をかぶせてくるじゃん。もう本人的には多分もう妄想の中でウヒャンになってるような感じじゃん、ほぼそこまで行くと。なんか、でも私が一番って思ったのが、なんか多分ウヒャンがオーストラリアに最近カービィのグッズ出てきてるんだけど、そこでカービィのアイテムを見つけて私に買ってくれたことがあって、でそれを私の誕生日 YouTube に多分載せたのかな、そしたらなんか YouTube に多分載せて割とすぐぐらい、時間がそんな経ってない時に、多分相手と何かしら会話はしてたんだけど、急になんか全部会話とかつながってなく、ぶった切って、なんかオーストラリアにカービィいるのって来て、でちょうどカービィ買ったばっかり、買って、動画載せたばっかりの時かな。だからなんか買うとこ見てたのっていう感じだったの、っていうぐらいな感じで、当たり前にオーストラリアにもカービィいるのって、しかもなんかちょっと怒ってるじゃないけど、なんか冷たい感じの雰囲気で、で私ももちろんその LINE してて、なんか今日カービィいたんだよとか言ってないから、急に、YouTube 見てるって思わないからさ。思わなかった。でも、なんか偶然っていう感じだった、それは。なんか見てたのっていうような、なんかそれかな、その女の、なんかあったかな。あとのは次のナルシのその動画で載せるとして、そうだね、ちょっとこれ不倫してかつストーカーもする女みたいな感じになったね。ちょっとなんかホラーっぽくなっちゃったね。ちょっとなんかもう夏特集とかでなんか作れそうな感じだよね。でも今夏じゃん。韓国はね、ちょうどね。なんか他のその下品な発言とかが大したことなく感じちゃって。もしもしなんかだから普通にちょっとそうこの話がもっとインパクトあったみたいな感じで普通に話しちゃったけど、でもこいつが一番立ち悪いよ。でね、いまだに普通になんかツイッターでさ、自分が被害者ぶってなんか生活してて、あとなんかやっぱり自分の妄想を満たすためになんかフォロワーも買ってさ、1000人以上買って、フォロワーは買って私の偽物も作ってそうって感じでなんかやってるから、やっぱり一番怖いっちゃ怖いよね。いやあれはちょっと私かと思ったね、あの人。新しい彼女みたいな人。でもこういうさ、一番大変だったことじゃん、うちら正直付き合ってて、その中の。なのにこうやってネタにしてなんかこう普通に言えるぐらいに回復してよかったよ、2人とも。これからもうまくこの怖い悪女たちから逃げましょうね。逃げてちゃんと。でも日本人のコミュニティに入らなければ大体は起きない。ここまでは起きないね。なかなか絡まれることないね。韓国人でもちょっとナルシっぽい人何人か見たけど、性的には来ないから。なんかもう全然レベルが違う。私も今回日本のね悪女編を言ったから、次回韓国の私が主に経験した韓国の悪女編をなんかちょっと話してみたいなって思ってるけど、なんかやっぱりみんななんかもう悪いんだけど、
やっぱり日本のその怖さとちょっとレベルが違うっていうか、だから日本のホラー映画が結構認められた理由ってそこだよね。うん、国民性で作ってるから、ね、そうなんかまあこの女たちが死んだらこうなるって感じだよね。うん、怖い。なんか韓国は怖いっていうよりはなんかうざいし、なんかもうイライラするし、人間がなんでここまでなんかもう暇でなんかこんなになんかクソなのってなるけど、日本の女は怖い。体にこうつく。そう、なんかそういうのがあるよね。まあ女ばっかりに言うとなんかまたなんか女の敵は女どうのこうのって話出るかもだけどね、まあ男編は、まあ、男は正直性的ななんかそういうのがなんか言うことが、まあ、日常っていうかなんか言うことが多すぎてさ、もう男はもう常に敵って感じじゃん。まあ、女はまあその中になんかもう数人がなんかすごいもうでっかいことを犯すけど、私がまあ出会った男もまあそのうち、そうソシオとか、そうね、まあ虐待シリーズかな。いやーこれからもなんかもう言うことたくさんあるね。まあ私は日本の話題、まあ私からしたら日常だとしても、それを聞いてこうみんなが何か感じるものがあったり、こういう経験自分もあるとか、例えば、ちょっと日本人の国民性をちょっとなんか違う感じを持ってる人とかのためにまあなるんだったら別にいくらでも。そうだね。まあ最初に話したように私からしたら今日道端で見た鳩の話のようなものだから、まあ、読者たちは多分ちょっと違う感じで感じると思うよ。だから、まあそのやばい女たちの中でも最後のやばい女はいまだに私のことをストーカーしてるかどうかわかんないけど、まあ、この動画ももしかしたら見るかもしれないけど、そうもし見るとしたら、まあ広告ね、YouTube 最近結構流れるから、まあ広告のお金でも落としてってね、じゃあ今日は以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね。おやすみなさい。